森の中に隠れているよ。どこだ？ちょっとずつ大きくなってるのだ。さすがに見つかっちゃったかな。ここです。ここじゃーん。人類爬虫類計画始まるよ。今日は第2弾爬虫類クイズ、爬虫類の生活についてお勉強するわ。お家でどうやって会おうか悩んでたところなのだ。幼稚園や学校から帰ったらみんなはお世話したくなっちゃうわよね。もう毎日会いたくて震えてるのだ。あれ、なんか聞き覚えのあるフレーズ。じゃあそんなみんなに問題出していくわよ。この子たちはいつ起きていつ寝てるでしょうか？知ってる。公園で会ったから朝から夕方まで起きてるのだ。ちょっと引っ掛けでした。正解はこう。あれ、カナヘビとトカゲが明るい時間でヤモリだけ暗い時間なのだ。カナヘビとトカゲは昼はのんびりお散歩で、ヤモリは朝は寝床でグーグーグーなのだ。なんか今日はいろいろやばそうね。じゃヤモリはなかなか一緒に遊べないね。夕方は起きてるわよ。いつも決まってこの時間に寝てるわけではないわ。昼に寝ているトカゲやカナヘビも見るし、昼間に日光浴しているヤモリも見るわ。まあどの子でもそうだけど、お世話は静かに優しくしてあげてね。でも日光浴なんてなんでしてるんだ？ヒントは前の動画でも話したわ。覚えてる？じゃ問題。なぜ日光浴をしているのでしょう？ヒントは右上にあるわ。ビビビときた。わ、懐かしい。ビタミン D を体の中で作ってるのだ。あら、忘れたのかと思った。大正解。お日様の光はとっても大事。朝方のトカゲやカナヘビを飼うとき初心者さんは特に注意。UV ライトをケージ内に当てるかまめに日光浴をするのを知らずにいると骨が弱くなってくる病になってしまうの。夜行性のヤモリだってたまに日光浴が必要なんだもの。朝方の子がお日様か UV ライトに浴びれないと命に関わるわ。絶対に気をつけてあげてね。日光浴する場合は暑くなりすぎないように温度計をよく観察してね。トカゲちゃんやカナヘビちゃんと一緒に日光浴するといいわ。子供はよく外で遊べ、牛乳飲めって言われるでしょう。カルシウムとってビタミン D を作って丈夫な体を作ってね。じゃ次の問題。日焼けすると人間は皮がむけるわね。では爬虫類の皮がむけるのをなんて言う？爬虫類も皮がむけるのかなんだろうな。わからないのだ。難しかったわね。正解は脱皮よ。わ、新しい顔だね。それいけ。クリームちゃんです。パンパン。油断も隙もあったもんじゃないわ。でもなんで皮がむけるの？体が大きくなってきつくなるとか、古い皮を落として汚れを取っていたりするわ。仮に指先の皮がむけず脱皮不全になってしまうと、指が腐り指が落ちてしまうこともあるわ。どうしたらいいの？脱皮数日前から皮膚が白っぽくなり少し皮が浮いてくるわ。そうしたら脱皮している子には霧吹きを向けずケージの壁に霧吹きをあげてね。直接かかってしまうとせっかく浮いてきた皮が張り付いて剥がしにくくなるの。脱皮した皮はポイッと捨てる子もいれば食べちゃう子もいるわ。食べるの？これは自然界で自分がいた場所を敵に知られないようにするためらしいの。2、3日見てまだ残ってたらぬるま湯でふやかしてあげましょう。我が家ではピンセットで取れるところを取って、それでもダメなら最終手段を使うわ。最終手段、火の呼吸だー。ネタバレ禁止。見てる？次は映画だよ。楽しみなのだ。何の話してたっけ？最終手段ね。それはティッシュでくるむといいわ。そのまま掴むと緊張してバタバタするんだけど、ティッシュでくるむとじっとしててくれるの。そ
その方が怖くて尻尾が切れちゃうトラブルが減ると思うわ。切れるといえばそろそろ集中力が。そこ全集中しなさいよ。まだまだ覚えるべきことがたくさんあるわ。それってあなたの感想ですよね。なんだと？声まで真似してきた。じゃあ続きはまた次回。バイバイ。バイバイキン。もう知らない。この番組は3度の飯より爬虫類を人類爬虫類計画がお送りしました。いやー、さすがにお年寄りから赤ちゃんまでギャグ入れるのは大変だわ。だからか今日なんか変だと思ったわ。意外と考えてるじゃない。当たり前じゃん。原始時代から令和までって大変なのだ。ちょっと待って。寿命って知ってる？おい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 。